若き剣豪が静かに間合いを詰める。脳内を時速に100キロで疾走させ、時折トイレに行ったり、冷たい飲み物を飲んだりして、温度の上昇したエンジン、集積回路たる頭脳を冷却させる。和服をまとった現代の剣豪が、キリと勝負の綾を見極めようとにじみ寄り、力自慢でテクニシャン、相手に手を渡し、相手の手を封じ込めながら、切っ先の歩をぶつけ、唾で相手の駒の攻撃を防ぐ。決着の後、一歩たりとも譲らず負けるつもりはない。というプライドは刀の鞘に収め、談笑交じりに感想戦でキリと勝負の綾を探求する。藤井聡太棋聖と佐々木大地七段。そうした姿に、まるで江戸時代の若くして老快かつ鋭利な剣さばきを見せる剣豪同士が対峙しているイメージを抱いたのは、私だけではないかもしれない。棋聖戦第3局。藤井棋聖の45手目、9七桂。73手目、8六玉。現地の佐藤康光前会長、なめ方九段ばかりではなく、将棋界の名伯楽と呼ばれる石田和夫九段も自身のチャンネルで感慨深そうに、この手について語った。9七桂について、我々はあんな風に桂を跳ねたら、すぐに握手と烙印を押されたもんなんです。と述べて、事前に研究してきた手なのではないかという見解を示した。また、だんだん将棋も変わってくるな、としみじみと10回している。8六玉については、あれがね、笑い、控え室でも、誰も予想もしていなかった手です。異次元と言わざるを得ませんよ、と舌を巻き、佐々木七段も、この人、何考えてるんだかわからんぞ、てなもんで、と佐々木七段の思考を止めるような手で、藤井七冠の完勝と評価した。石田九段門下の高見七段は、驚天動地、一局で9七桂だけでなく、8六玉も目の当たりにして、昨日までの将棋観が破壊されました。棋王戦第3局もでしたが、藤井将棋は玉自ら自陣を支えますよね。すごいわ、信じがたい、とツイートし、驚きを表現していた。また、同じく石田九段門下で、アベマ解説を務めた門倉啓太五段も同様に、佐々木七段に力を出させることのない、藤井棋聖の圧倒的な指し回しに感嘆しきりであった。対局後の将棋 YouTuber による動画でも、凄まじい、驚愕の一手、増田幸三賞確定の名局、といつも通りの美辞麗句が並んでいた。つまり、同業者のプロから見ても、我々から見ても、佐藤天彦九段による見立てである、藤井七冠の勝ち方というのは、今他の棋士にはない語り口であり、上位プロから見ても、直感的には理解されないような表現を使っている。ということの延長線上に棋聖戦第3局を捉えることができるのかもしれない。知りたい学びたいを満たす教養講座、資格取得のくべるナレッジアカデミー。言い換えれば、藤井七冠の将棋は我々の理解を超えているということなのだ。現代において将棋は AI の技術的進展を通じて指してをめぐるクオリティ、質や考え方の方向性が変化しつつある。藤井聡太七冠という一人の天才棋士がそうした変化に最も的確に対応し、変化を促進させる役割を担っている。藤井七冠も多くの棋士も幼少期から絶対音感ならぬいわば絶対機関を形作っていく中で棋理の感覚を養う。羽生善治当時三冠と認知科学者、人工知能科学者との共著の中でも実験データが示されていた通り、棋力が上がるに従って盤面を見る視線は局面の急所に修練していく。トッププロが盤面を眼差す視線は素人と比べてばらけていない。第一感として見える手のほか、2つ3つの候補手に絞った上で、その先の変化手順を深く読み込んでいく。それは、獲得した絶対機関に基づく熟達の能力で、限られた持ち時間の中で無駄な候補手を読むことを省略するために不可欠なのであろう。しかしながら、こうした天才揃いのトッププロによる熟達の能力を元手とした読みと指し手の選択に関して、藤井七冠はどうも異なる方向へと進化させているように見える。佐藤天彦九段は次のように説明していた。藤井さんの読みの量はまあすごい量だと思います。これまでは読みの量をうまく削減していく人間の知恵であったり、それまでの経験を通じて築き上げる対局観や価値観によって読みを省略していく技術といったものが大事であると考えられていました。
しかし藤井王将を見ていると、読みの量を増やしていく努力が大事である、といったような反対の方向に見えてしまいます。藤井七冠が対局中にどのように候補手を選定し、その先の変化手順の読みを行っているのかは、まだ明らかになっていない。まだ数少ない著作やインタビューの中で、そうしたことを述べていたり、そのエッセンスに言及している可能性はあるが、同業のプロにとっても、我々にとっても、藤井七冠がその突出した頭脳で行っている選択と演算が明示されているわけではない。天才の驚異的な能力を明らかにするのは当然ながら決して簡単なことではない。まさか統制流で、都市伝説系 YouTuber のように、驚異的とも思える事象や能力と相対した際に、異星人や UFO、秘密結社や秘密組織に由来しているのだ、などとするわけにもいかない。笑い。よく知られる通り、アインシュタインは、相対性理論で、時間と空間に関する科学や、我々の常識をひっくり返した天才である。彼の死後、その天才性を明らかにしようと、脳が解剖分析された。不正室の天才の頭脳に対する興味や関心は高く、彼の脳は複数の研究機関による争奪戦となり、散逸する結果となってしまったことを追ったドキュメンタリー番組があった。丹念に彼の散逸してしまった脳を 3D で復元したところ、一般人よりも明確に発達した脳の部位があることが浮かび上がってきた、という番組内容であったと記憶している。つまり、藤井七冠の脳は、一般人はもとより、他のトッププロとも異なる脳の働きをしている可能性があるということだ。これは今後、藤井七冠が5年、10年と活躍していく中で、良識を持った研究者やインタビュアーによってアプローチされ、次第に明らかになっていくのかもしれない。佐藤天彦九段は王将戦第1局の中継解説時、次のように述べていた。今後、将棋 AI ソフトに子供の頃から慣れ親しんだ世代が登場してくることについて。確かにそうですね。とはいえ、だからといって、AI ソフトに慣れ親しんで育ったからといって、読めるのか、と問われれば、それはわかりません。笑い。いいか悪いかは別として、AI 的な感覚を最初から自然に持った人たちがこれから出てくるでしょう。かといって藤井王将のように読めるのか、となると、それはいわば脳の性能のようなことに関わってくることではあります。あるいはまた、全く異なる傑出した能力を持った人が現れるのかもしれません。読みではなく、対局観がものすごく、ほとんど読む必要がないような対局観の超人のような人かもしれません。笑い。つまり、脳の性能は、訓練による脳の働かせ方の高度化とともに、持って生まれた脳のスペックといったことにも大きく関わっている。また、人間の常識から来る指し手を疑うという将棋の前提を問い直していくためには、脳の性能ばかりではなく、後天的に身につけていく批判精神というものが必要不可欠である。なぜなら、常識を問い直すためには、つまりその対象を誰よりも深く理解した上で、批判的、つまりクリティカルな姿勢を保ちながら、その対象と対峙していく必要があるからだ。もしかすると、棋聖戦第3局で、9七桂と9筋に桂を跳ね立ては、かつてであれば、師匠から破門されるかもしれないほどの指し手で、常識を問い直す姿勢と勇気と覚悟がなければ、事前研究でも対局中にも指せない手であったと捉えられる。天彦九段が述べた通り、凄まじく高い能力を持った人というのは、最終的に孤独になる運命は避けられない。という意味は、藤井七冠のような天才中の天才が、周りが理解できないほどの高い次元で能力やパフォーマンスを発揮するということとともに、誰よりも深く、常識を問い直す姿勢と能力が突出しているということも意味している。常識を問い直されれば、常識に慣れ親しんでいる我々は、問い直されたその常識をすぐに理解することができないからだ。歴史の中で、天才と呼ばれる人たちは、一定の割合で現れる。現代にのみ天才が現れるのではなく、将棋の歴史の中で、ごく一握りの天才というものが現れる。現代の天才、藤井聡太七冠が王位戦で再び、佐々木大地七段と対局する。